皆さんこんにちは。プチオタ独身男のマッツンです。今回はこれぞ沖縄って言えるような沖縄ならではの絶景観光スポットを中心に巡っていきたいと思います。美しい海、大自然の絶景など沖縄の魅力をしっかりと伝えたいと思うので、一緒に沖縄の風景を楽しみましょう。まず最初にやってきた場所は屋我地島と古宇利島です。古宇利島は恋の島っていう風に言われてるらしいんですけど、もしかして俺にも運命的な出会いのチャンスがあるってことですかね。ちなみに古宇利島にはいくつかビーチがあるんですけれども、どれもすごい美しいと評判なので、今回はそれぞれのビーチを巡ってみたいと思います。まず最初に屋我地島と古宇利島をつなぐ絶景スポット、古宇利大橋を渡ってみましょう。ちなみに屋我地島は那覇市から車で約2時間くらいの場所にあるんですけど、ペーパードライバーの私にとって運転がマジで大変でした。でもその苦労を乗り越えた先にはこの絶景、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。エメラルドグリーンの透き通った海と島々のコンビネーションとか最強かよ。橋の上にいるだけでも大満足なんですけど、せっかくなので橋の下の方にも行ってみましょうか。橋の下にはなんと多くの外国人観光客の方々が仲間たちと一緒に記念撮影をしていましたね。そんな中、一人で水遊びをする独身男、まさに至高の遊び方。近くに来ると本当に水が透き通っているのが分かりますよね。とりあえず海の水も触りたくなりますよ。その後、手が塩水でベトベトしたことは内緒の話。ただ風景を撮影するなら砂浜からよりも上から撮影した方が光の反射的に映えるので、個人的にはおすすめです。絶景を楽しんだ後は橋を渡ってすぐの場所にある古宇利島の駅空橋に行ってみたいと思います。この施設には古宇利島の特産品やお土産が売られています。いわゆる道の駅と同じ感じの場所ですね。青いカレーめっちゃ気になる。ご利用しされてるんだけど有名なのかな。食べたことがある人がいたらぜひ教えてください。その先には沖縄旅行中に何度も見たバナナのケーキ、さらには南国ならではのパイナップルに色合いが微妙なみかん。みかんに関してだけは俺はうるさいですからね。スイカやマンゴーなどが売られていて、沖縄に来たーって感じが味わえるのでテンションが上がりますよね。施設の奥には飲食スペースもあって、古宇利島のスイーツを味わうことができます。とりあえずビーチ巡りをしてからまた来たいと思います。というわけでビーチ巡りのスタートです。まず最初は空橋の近くにある古宇利島ビーチです。ここは古宇利島定番のビーチで、夏になると観光客で賑わうらしいですね。その魅力は何といっても一粒が細かい真っ白な砂浜。これなら安心して裸足で歩くことができそうですね。それに加えて今回いろいろなビーチを巡ってきたんですけど、古宇利島の中では最大規模のビーチでしたね。海水も透き通ってて綺麗だし、こりゃ夏に賑わう理由が分かりますわ。ただ景色だけで言うなら屋我地島の方面からの方が映えますね。次のビーチに向かおうと思うんですけど、道中も海が本当に綺麗で目が奪われちゃいますよね。いやー最高だわ。次にやってきたビーチはチグヌ浜です。ビーチっていう割にはかなり小さいんだけど、とりあえず砂浜に降りてみましょうか。砂浜はお世辞にも綺麗とは言えないですよね。ペットボトルも転がってるし、こんなに美しい場所にゴミを捨てるやつは許せねえよな。正直全然感動はありませんでしたね。と思っていた時期が俺にもありました。後ろを振り返ってみるとホラー穴があるじゃないですか。このホラー穴は沖縄版のアダムとイブが住んでいた場所として別名始まりの洞窟と呼ばれているそうです。そのホラー穴をくぐり抜けると絶景すぎるビーチの姿が。これはやばすぎる。正直個人的にはこのビーチが一番の絶景だったかなって思います。空橋から徒歩10分で行ける場所にはあるんですけど、人も全然いないので完全に穴場ビーチとしておすすめです。チグヌ浜に行く目印はこの神社かどうかはわからないんですけど、あれは鳥居で間違ってないっすよね。
しっかりと魔除けのシーサーも設置されてますからね。再び車を走らせて氷島の反対側にやってきました。次に向かうビーチは超有名なハートロックのあるティーヌ浜です。ハートロックといえば数年前に嵐主演の JAL の CM で一躍有名になったハート型の岩ですよね。今ではすっかり恋愛のパワースポットとして人気観光スポットになっているそうです。そのせいなのか、心なしか砂浜に行く道も舗装されててありがたい。おお、早速ハートロックが見えますね。マジでハートの岩の形をしててエモすぎかよ。せっかくだから砂浜に降りてハートロックを撮影してみました。横から見てもしっかりとハート型に侵食された具合がわかるので幻想的ですよね。砂浜も綺麗だし、氷島に来たらここは絶対に外せない絶景ポイントで間違いないですね。ただね、観光客のいない場所は恐竜のゴミだらけ。しかも観光客も多いし、ゆったりと観光を楽しむ雰囲気のビーチではないですね。それに加えて砂浜が本当にふかふかすぎて何度も足を取られました。おかげさまで俺のスニーカーの中は砂まみれですよ。ティーヌ浜に来るときはクロックスとかの方が無難かもしれませんね。次はハートロックから歩いてすぐのところにある時計浜に行ってみましょうか。おー、こんなところにも宿があるんですね。こんなに美しい海の近くで宿泊したら最高なんだろうな。歩くこと5分、時計浜に到着です。見てください、この人の少なさ。穴場ビーチとは聞いていたけど、まさかここまでとは。まあ今は冬なので夏場は賑わってるのかな、知らんけど。時計浜はありのままの自然が残されている天然のビーチとして有名です。海の水がきれいなのはもちろんなんですけど、石灰岩の岩も美しい景色を引き立ててますよね。隣の方にも砂浜があったので行ってみましょうか。ゴツゴツした岩がそこら中に転がってますね。まさに自然そのままの姿を見ることができて最高だな。あまりにも美しかったので、俺以外誰も見てないことだし、一人で記念撮影をしまくってやりましたよ。そしたらカップルが急に来て自撮りしている姿を見られるっていうね。とはいえ、とにかく人の少ない穴場でプライベートビーチの気分を味わえるので来てよかったです。有名どころから穴場のビーチまでどの海もめちゃくちゃ綺麗でしたね。もうね、海を見てこんなに感動したのは生まれてきて初めてかもしれません。ただ個人的にはやっぱり沖縄の中でも離れの方に来ているので、穴場のビーチである時計浜とかの方がおすすめかなっていうふうに思いました。ぜひ皆さんも古宇利島に来た時は有名なビーチだけではなくて穴場のビーチを巡ってみてください。じゃあビーチ巡りも終わったので、空橋の方に戻って飯でも食べに行きたいと思います。今回はネットでどのサイトにもおすすめされていた古宇利島カフェさんにお邪魔させてもらいました。古宇利島カフェさんでは絶景の海を見ながら沖縄グルメを味わうことができますとネットには書いてあったんですけど、絶景の海を見ることのできる席は限られているので来る時には注意をしましょう。ちなみに私もその席に座ることはできませんでした。悲しみ。じゃあお腹が空いたので遅めのモーニングブランチということで古宇利島カフェさんで特製タコライスを注文しました。テイク2。実はね、カメラを回していると思ったら撮影ができていませんでした。というわけで2回目の撮影となるんで、こんな状態なんですけれども、タコライス食べてみたいと思います。もう沖縄至る所にタコライスが押されてましたからね、一体どんな感じなのか。うまっ。やっぱりこのタコソースの味ですかね。少しピリ辛なんですけど味がしっかりしてて、あとはお肉もしっかりとなんかジューシーですんごいうまいです。やっぱり沖縄に来たらタコライスは一度は食べた方がいいかもしれないですね。もう沖縄は本当にいろんなグルメがあるから食べるのに飽きないですよね。じゃあご飯を食べた後は毎度恒例のスイーツタイム。今回は空橋の施設内にあるオーイスカフェさんで南国の名産物ドラゴンスイーツを使ったスムージーを注文しました。装飾が可愛らしくて見ているだけでワクワクしてきますね。なんとなく沖縄っぽいスイーツも食べたかったので、オーアイスカフェさんでトロピカルドラゴンスムージーを買っちゃいました。いやね、このね、隣のお店のおっぱアイス、名前から気になる名前でこっちも気になったんですけど、やっぱり南国といったらトロピカルですよね。
というわけでちょっといただきたいと思います。美味しいもう何とも言えない。果肉が入っててフルーツをそのまま飲んでるって感じの食あたりで、もうまさに食材にこだわってるなって感じでめちゃくちゃ美味しいです。郡島は飲食店はあんまり多くないんですけど、郡島大橋を渡ったすぐのところにある道の駅にもうまさに沖縄を代表するようなグルメがたくさん売られているので、ぜひ郡島に来た時は道の駅に寄ってみてはいかがでしょうか。次にやってきた場所は亡き尋常跡です。まずは入場券を購入しに行きましょうか。亡き尋常跡は14世紀頃に沖縄本島には3つの王国があったんですけど、そのうちの北山王の居城として築かれたグスクです。戦争によって本丸は攻め落とされてしまったので、現在は石垣だけが残っています。亡き尋常跡に向かう途中、早くも桜が咲いてるじゃないですか。日本一早く咲く桜は河津桜だと思ってたんですけど、これはまた違う品種なのかな。これは思わぬ誤算。桜を見るとなぜか心が落ち着きますよね。入り口の表札の前で記念撮影をしてやろうと思ったんですけど、外国人観光客に占領されていたので、ぼっちの俺はスルー。そしてここからが有料エリアになります。おお、早速歴史漂う石垣の姿にテンション爆上がり。敷地に入るとここにも桜が。もう少し遅い時期に来たら満開で綺麗だったんだろうな。まず最初に見えてくるのが七五三の階段です。3段5段7段と階段が繰り返されているためにこう呼ばれているそうですね。単純かよ。ただね、この階段はかなり歩きにくい。なのでスニーカーで来ることをおすすめします。階段を登ると見えてくるのがウーミャです。当時は行事で利用されていた重要な広場らしいんですけど、パンフレットがないと普通にスルーしてしまいそうです。その隣には何やら記念碑が、なんて書いてあるかはわからないけど風情があって良きですな。さらに登っていくと亡き尋常跡の中でも一番の絶景ポイントであるウーチバルがあります。背景に海が見える時点で絶景であることがわかりますよね。展望台からの眺めはこんな感じ。桜と石垣と海のコラボレーションとか控えめに言って最高かよ。本当に何度でも見たくなるような絶景がそこには広がっていました。ちなみに下に見える石垣は外郭といって数百メートルにも及ぶ一本の石垣によって囲まれています。こうして見ると本堂のお城と作りが全然違うことがわかるので驚きですよね。絶景を楽しんでもうお腹いっぱいなんですけど、とりあえず奥に進んでいきたいと思います。てか沖縄のジスクの石垣って一つ一つの石が小さいですよね。素人目から見ると適当に積まれてそうに見えるので、よくぞこんな雑な積み方で長年崩壊しなかったなって感心しちゃいました。この広場は四角、いわゆる本丸があった場所らしいですね。沖縄のジスクが一体どんな姿をしていたのか見たかったですね。そのすぐ隣には歌人の表札が。よくわからんけどかっこいいな。さらに奥に進んでみましょう。それにしても周り一面が石垣で圧巻だわ。地面にも石が埋め込まれてるし、よそ見していたらつまずきそうで転びそうだな。気をつけよう。門をくぐり抜けると見えてくるのがこの絶景。こちらの風景はこれぞ沖縄のジスクって感じで、歴史好きにはたまりませんよね。この場所は重間城郭といって亡き尋常の裏手の守りであって、城主の身近に仕えてた人たちが住んでいたエリアらしいですね。下からの景色も圧巻です。石垣の曲線がいちいち美しすぎるんだよな。しっかりとベンチも用意されているので、ここまで来るのに疲れた方も一安心です。帰り道は旧道を歩いてみたんですけど、石がめちゃくちゃゴツゴツしていて、とにかく歩きにくい。こりゃ敵の強襲があっても簡単には攻め込まれないわけですよ。足腰が弱い人にはおすすめできないけど、歴史を感じたい人はぜひ挑戦してみてください。今まで見てきたお城とは作りも形も全然違ってて、見ているだけですごい面白かったです。もうね、お城好きには絶対にたまらない場所ではあるんですけれども、別にお城好きじゃないしっていう人でも石垣の上からの景色がマジで絶景なので、
個人的にはすごいおすすめな場所だというふうに思いました。次にやってきた場所はビセの福木並木です。この今にも取り壊されそうなくらい劣化している看板がたまりませんよね。余談はさておき、早速ビセの福木並木の方に行ってみましょうか。ビセの福木並木とは約100年前に防風林として民家を取り込むように植えられたもので、その福木が約1キロに及んで続く並木道となっています。最近では映えるフォトスポットとしても人気があって、観光客がたくさん訪れるそうです。この並木道の景色、自然豊かで癒されるわ。なんというか、土の道と相まって南国感があるので、本堂ではなかなか見ることのできない景色ですよね。お散歩とかしたら気持ちよさそうだよな。とりあえず奥の方まで歩いてみましょうか。しばらく歩くと、まず一つ目の見どころポイントである夫婦福木に到着です。名前の由来は見てもらうと分かる通り、2本の福木が寄り添うように伸びているためです。夫婦円満や幸せを呼ぶパワースポットらしいので、記念撮影を撮るカップルや夫婦も多いらしいんですよ。まあぼっちの独身男には関係ない話だけどね。夫婦福木の目の前にはシーサーの置物も売られていました。めちゃくちゃ可愛い。沖縄に来た記念に買うにはちょうどいい大きさですよね。お値段もリーズナブルだし。というわけで、さらに奥まで歩いてみましょう。と言っても、ここからはずっと同じ風景だったので、かなりはしょらせてもらいました。とりあえず、順路と書いてある表札を目印に進んでいけば、目的地である岬に行くことができます。あまりにも変わり映えのない風景だったので、見どころのもう一つを紹介したいと思います。ビセの福木並木では、水牛車に乗ることができます。あの牛さんが乗り物を引っ張ってくれてるってことですよね。南国ならではの経験になると思うので、興味のある方はぜひ乗ってみてください。そして到着しました。福木並木通り。俺が今まで歩いてた道は何だったのって突っ込みたくなりますよね。ここまで来ると人がかなり少なくなるので、写真撮影が目的の人は少し奥まで歩いてきた方がいい写真が撮れるかなって思います。歩くこと20分、ようやく福木並木を抜けて目的地のビセ崎に到着しました。相変わらず海の水が透き通ってて絶景ですよね。歩いてきた甲斐があるってわけですよって言いたいところなんですけど、さっきから何度も美しい海の絶景を見てきたせいか、感動はあんまりなかったですね。むしろ足が疲れたなって感情の方が大きかったぐらいです。もう俺の目は完全に超えちゃってますね。すみません。ちなみにビセ崎には海岸線を歩いてくることもできるので、帰り道は海でも見ながら帰ると違う雰囲気を味わえていいと思います。本州ではあんまり見ることのできない風景を堪能することができたので、最初はすごい感動しました。最初はね。ただ15分ぐらい歩いてずっと同じような風景だったので、正直飽きますね。イルミネーションと同じですね。とはいえ来る価値は絶対にあるとは思うんですけれども、個人的には端から端まで歩く必要はないかなっていうふうに思いました。次にやってきた場所は道の駅許田です。許田は道の駅人気ランキングNo.1にも輝いたほど人気のある道の駅らしいんですよね。この辺りのご当地グルメとかお土産が売られているそうなので、早速中に入ってみたいと思います。道の駅許田は1994年に誕生した沖縄県第1号の道の駅です。あ、彼女も彼女のポスターだ。アニメの絵があるだけでテンションが上がりますよね。それはともかく2020年には人気ランキング1位にも輝くほどの人気の道の駅で、2021年にはリニューアルオープンもしています。そして入り口にはオリオンビール T シャツ。そういえばこの T シャツを着た観光客をいろいろな場所で見かけましたね。俺も買えばよかったなって少し後悔しています。左側には桜チンスコー。沖縄土産といえばやっぱりチンスコーですよね。あまりにも美味しすぎて自分のお土産用にチンスコーを50個分買って帰ったぐらいです。
建物の中は意外とこじんまりとしていて、なんだか温かみを感じます。沖縄のお土産や名護市の特産品やお酒だけでなく、沖縄ならではの陶器なんかも売られているので、見てて飽きませんよね。そしてこのチョコ餅、どうやら名護市の名物らしいので、パイセンのお土産に買っていってあげるか。実際に私も食べてみたんですけど、食感がもちっとしていて美味しかったので、何を買おうか迷ったあなたにおすすめです。あとは名護市産地のフルーツとかが安く売られてますね。この辺は本堂の道の駅と同じですね。建物の外にはサービスエリアのように食べ歩きグルメが売られていました。天ぷら屋さんの沖縄風天ぷらが超人気らしいので、早速行ってみましょう。白身魚の天ぷら、紅生姜の天ぷら、もずくの天ぷら、変わった味の天ぷらがたくさんありますね。今回私はいかにも沖縄らしいもずくの天ぷらを食べました。時間がなかったので食レポはできませんでしたけど、可もなく不可もなくって感じでしたね。作り置きされているせいか、衣が油を吸っちゃってサクサク感がなくてね。出来たては美味しそうなんですけどね。ちなみに道の駅許田は建物の屋上に行くこともできます。しっかりとイートインスペースも設置されているので、道の駅許田でグルメを買ったら屋上に行って海を眺めながら食べるといい思い出に残りそうですよね。なんとなく道の駅許田が人気になる理由が分かった気がします。今回最後にやってきた場所は万座毛です。パイセンがおすすめしていた万座ビーチのすぐ隣にある場所なので、その辺も含めて散策していきたいと思います。入り口には万座毛のゆるキャラがお出迎え。かわいいな。万座毛って名前の響きがいいですよね。少し間違えたら大事故になりますからね。施設内に入ると日の入りの時間を教えてくれます。今日の日の入りは18時11分。今は17時50分なので、急がないと真っ暗になっちゃいそうですね。今いる施設は万座毛活性化施設といって2020年にできたばかりの建物です。施設内の1階には沖縄のお土産ショップがありました。万座毛限定のお土産とかもあるので、観光し終わった後に寄ってみてはいかがでしょうか。2階にはいくつかの飲食店がありますね。もう館内の閉店時間間際なので、ほとんどの飲食店が閉店してたんですけど、お昼時に来た時は賑わってそうですね。それにしても建物おしゃれだな。万座毛では琉球王国の衣装を着ることもできます。衣装を着た姿で万座毛の景色とともに記念撮影するのもいいですよね。というわけで万座毛を観光するためには入場券が必要なので、早速買いに行きましょう。万人を座するに足るけ。これは長慶王がこの場所を褒めたたえた言葉で、万座毛の名前になった由来らしいですね。外は外でこれまたおしゃれですね。そして万座毛ってでっかく文字が書かれてますね。主張が激しいな。あそこは完全に写真撮影スポットですね。万座毛に来たっていうのが一目でわかるからいいかもです。今の時間帯はちょうど夕暮れ時なんですけど、万座毛はサンセットが美しいので、その時間帯を狙ってくるのもありだと思います。右側には中に入ることはできないんですけど、広場が広くて開放感があります。そしてついに万座毛のシンボルに到着です。サンセットがめちゃくちゃ綺麗なんですけど、肝心の万座毛の姿が逆光になっててうまく撮影できませんでした。これが iPhone の限界です。すいません。写真を撮るのは難しいですけど、この時間帯にカップルできたら最高のムードが味わえそうですよね。ちなみに万座毛はサンゴ岩が隆起して形成された絶壁で、高さが約20メートルもあるそうです。なので崖の上から海を見下ろすと意外と怖いんですよ。高所恐怖症の人は気をつけてください。壁から守ってくれるのはこの手すりしかないので。逆に吊り橋効果を狙ってここで意中の女性に告白すればいいってことか。俺天才か？その先にはパイセンがおすすめしていた万座ビーチことアナインターコンチネンタル万座ビーチリゾートの姿が見えますね。確かにあのリゾートホテルで宿泊したら最高の一日を過ごすことができそうですよね。
次に沖縄に来るときは誰かとリゾートホテルに泊まりたいですね。これがサンセット効果ってやつか。万座門は気軽に絶景を楽しむことができるので、車の運転の休憩がてらによるのにおすすめだなっていうふうに思いました。というわけで沖縄の観光スポット紹介は以上となります。沖縄の絶景スポットはマジで圧巻でしたね。特に海の美しさに関しては圧巻の一言しかありません。もう例えるなら草野球チームにメジャーリーガーが混ざっているようなもんですよ。他の観光スポットも本州では見ることや食べることができないような歴史的な建物やグルメがあってマジで最高だわ。もうこれはね、ますます逆ホームシックが加速しちゃいましたよ。というわけで、もしこの動画が少しでも面白いと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。